おはようございます。たかしです。本日は11月20日水曜日、ただいま10時7分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は長い下髭になってきております。ここのところずっとお話ししてました。この白丸の高値、安値ですね。ちょうどこの緑のラインを引いてますが、その緑のラインの中でのレンジだっていう話はしておりました。そこを先日、金曜日に下抜けてきました。下抜けてきたんですが、結局月曜日にまた緑のラインの中に戻されてますよね。そして昨日も一旦は強く下落したんですけど、結果的にはこの緑のラインの中に戻されているっていうのが現状です。つまり、今はまだ緑のラインの中、この中でのレンジが継続しているという考え方ですね。と考えると、ここからは再び緑のラインのこの上限ですね。199円付近を目指して上昇する可能性を考えておきたいです。基本的に冷やし上昇トレンドという話をしてましたよね。その中で、ここ直近のこの下落っていうのは調整の下落ですので、基本的にはこういう動き方を想定しておく。この下落がどこで終わるのかっていうのを見ておりました。それが今、GMMA の青帯と接触して終わったのかなという、そんな感じも受けますね。ストキャスティクスを見ていても、上昇しやすそうな雰囲気は感じますので、そして GMMA の青帯の上にも戻されてきたので、本日は一旦の上昇方向を見ておきたい。ただし、基本的にはこの上限ですね。このラインっていうのはまた意識されてくると思いますので、そのあたりまで上昇すると、そこからの再び下落で、このレンジに戻っていくのかどうか、それとも上抜けていくのかどうか、というところを見ておきたいです。では4時間足です。日足は上昇トレンドなんですが、4時間足は下落トレンドですね。こういう感じの下落トレンドを描いている最中です。そこから今は調整の上昇中ですよね。先ほどの日足と同じ考え方ですと、ここ今下落トレンドなので、この調整の上昇からこういう下落をまずはイメージしておいてください。ただし GMMA の青帯を今上抜けそうになっておりますので、上抜けてくるとこういう動きですよね。GMMA の青帯がこんな感じで動いてきますので、そこにサポートされて上昇するっていう、そういう動きもイメージしておいてください。基本的には GMMA の青帯はまだ下向きですので、大きな流れとしては下落トレンドなんですが、この GMMA の青帯を上抜けてくると、下落トレンドを崩していきますので、本日はその辺の動きを見ておくと良さそうです。で、上昇した場合はこのオレンジの水平線が意識されてくると思いますので、198.3 付近までの上昇、そこを超えてくると緑の水平線の上限付近ですね、199.5 付近までの上昇が考えられます。では1時間足です。1時間足はここに赤い水平線を引いております。これ過去のずっと安値ですよね。ここ意識されているポイントだというのがわかります。ということは、現在地付近、ちょうど 196.8 付近というこの赤い水平線付近は意識されてくると思いますので、このあたりからの一旦の下落。ただ GMMA の青帯が今上を向いてきてますね。なので、こんな感じですよね。先ほどと同じ考え方でいくと、こういう風に動いてきますので、そこでサポートされて上昇するのであれば、この赤いラインを超えてくると思います。ですので、アラートを仕掛けるなら、この赤い水平線、そして緑の水平線、オレンジの水平線、このあたりに仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、まだご利用でない方はぜひトレーディングビュー利用してみてください。使いやすいチャートを探している方にもおすすめです。概要欄に URL を載せておきます。無料で使えますので、一度お試しください。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも昨日は長い下髭なんですね。こんな感じ。で、ここのところちょっと迷っていた動きでしたよね。先日この金曜日の大きな下落、そして月曜日は陽線、そして昨日は長い下髭ということは上昇しようとする力がかかっているのがわかります。となるとやはり本日は上昇方向に向かいやすいのかなと。そうすると直近の高値このあたり、166円のミドルから167円付近を目指して上昇していくだろうというふうに考えられます。ただインジケーターを見ているともう少し弱そうな雰囲気ですので、あまりどんどん上昇するというイメージではなくって、上値は重いけれども上昇していくだろうという、そういうイメージを持っておきたいです。では4時間足です。4時間足ここ直近では小さくこういう下落トレンドを作っていたんですね。ただ昨日これかなり強い陽線が出てきておりますので、基本はやはり本日も上昇方向を見ておきたいですね。そしてこの戻り高値ここですね。ここっていうのは過去もこうやって意識されているところですので、このあたりの水準、155円から 155.5 付近のこのあたりのゾーンですね。だいたいこの辺っていうのは意識されてくると思いますので、155から 155.5 の間っていうのは上値が重くなってくる。そうすると
と今上昇してますけれども、そのあたりからの下落になるのかどうか。そしてここ上抜けてくると、ここが今度サポートに変わって上昇していきますので、まずはこの黄色のゾーンを上抜けるのか、そこから下落するのかっていうところを見ておいてください。GMMA の青帯、横ばいですので、基本はレンジと見ておくといいと思います。GMMA の青帯、こんな感じで今横向きですよね。ということは、ここ最近そうですが、これ下抜けたり、上抜けたりっていうのを頻繁に繰り返してきますので、ここも下抜けましたよね。ということは、ここからはこういう動き方も考えておきたい。先ほどここが上限って言いましたよね。155から155円ぐらいが強めのゾーンになってきますので、そのあたりを上限としてのレンジになってくるかどうかっていうところに注目です。では最後に1時間足です。1時間足はここのところずっと GMMA の青帯の下で動いてきました。ただ、昨日それを上抜けてきてますよね。ということは上昇方向に向かいやすいっていうのがわかります。もちろんここからこういう風に下落していくっていう可能性もあるんですが、今一旦 GMMA の青帯でこれサポートされているような感じですよね。ということは一旦直近の高値、このあたり 155.4 付近までの上昇を見ておく。そこを上抜けてくるとさらにもう一段上昇でここですね、156.6 付近までの上昇が考えられますので、基本は GMMA の青帯が今こう下から上に向かっていこうとしてますので、この上にある間は押し目買いで見ておくといいと思います。そしてもし下落してきた場合は一旦様子見ですね。昨日の安値ぐらいまでこういう風な下落をしてくるとダブルボトム、こんな感じですよね。ダブルボトムを作ってくる可能性がありますが、今は GMMA の青帯の上で動いてますので、基本は押し目買い、GMMA の青帯を下抜けてきた場合は一旦様子見。ただ基本的に先ほど4時間足はレンジになる可能性をお話ししましたので、こういう動きは全然あると思うんですね。ですので上がったと思ったら下落するみたいな、こういう方向感のない動きをしてくる可能性も考えておきたい。ただ、今の時点では GMMA の青帯の上にありますので、基本はこういう風な状態にあるときは押し目買いで見ておく。下抜けてきたときはレンジを疑っておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。先週の週末限定動画はシナリオの立て方ということで、こういう風に考えてトレードをしてますよと、ここからこういう動きを想定する、こういう動きをしたときはどこでエントリーをするみたいな、そんな話をしておりますので、ここからのチャートのイメージ、上昇するのか下落するのか、基本的には両方のシナリオを立てるんですが、そういうシナリオを立てるのが不得意な方は、ぜひその動画をご覧ください。YouTube メンバーシップでご視聴いただけます。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。